今回は賃貸マンションのフローリングの深くて大きなえぐれた傷のリペアです。フローリングの傷は浅めで小さいものであればハードワックスでリペアすれば十分なのですが、今回のような深くて大きな傷となると中の MDF が崩れていたりしますので、ハードワックスだけでは治りません。見た目は治ったりするのですが、時間が経ってくるとひび割れがしたり剥がれたりする恐れがあります。そしてそれはリペアが完了した直後に出ることが多いです。それを防ぐために今回はポリパテを充填してリペアしていきます。ピグメントを混ぜて色を作っていきます。ピグメントは少量でも色が激変するので扱いが少し難しいです。なのでオレンジ系と青系、これを別々に作っておいて混ぜたものを合わせていきます。ポリパテに色をつけずに打って後から色を塗って仕上げても良いのですが、パテ自体に色をつけてベースに近づけておけば後の塗装の手間を楽にすることができます。色が決まったら硬化剤を入れて穴に充填していきます。充填し終わったら小さく切っておいたパッキンでさらに押し込みます。硬化を待つ間、他の小傷も直していきます。十分に時間を置いて硬化したらパッキンを剥がします。パッキンを外してサンドペーパーでこすっていきます。ある程度削っていくとはみ出した部分は完全にくっついていないのでパキパキと折れていきます。さらに削って平らにしていきます。サンドペーパーで平滑にした後、巣穴にハードワックスを充填していきます。また、パテの表面にも色が少し乗るので、後々の筆入れが楽になります。
カラーパレットから色を取り、タッチアップをしていきます。筆で大まかに埋めていき、輪郭をぼかすためにエアブラシで拭いていきます。さらに木目を描いていきます。あまりしつこくならないように線はさっさっと入れていきます。またサンジングシーラーを吹きます。メラミンハンドクロスでざらつきを取っていきます。乾物用のクリアを吹きます。養生を剥がします。こちらで完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。LINE や Instagram ではイベント、レッスン情報、作業手順などを投稿しています。詳しくは概要欄をご覧ください。ありがとうございました。